受動的な人はものすごく不満だから文句はものすごく言いますが、でも行動はしません。ものすごく不満なら自分で不満を取り除けばいいのですが、それはしません。それはしません。で終わらせてしまうとちょっとかわいそうなので、補足すると、恐怖があってできませんの方が合っているかもしれません。愛されずに育ったために愛情飢餓や依存心がものすごく強い人は一人になることが怖くて当たり前です。だから愛されていない関係であっても我慢して現状を続けて心を壊してしまう人も多いです。これでは人生は苦痛にしかなりません。こんにちは、自分探しイズムです。私はアダルトチルドレンについての電子書籍作家で、現在のところ5冊中2冊でベストセラー1位を獲得しました。動画では説明できないことも分かりやすく書きましたので、興味のある方は読んでみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。精神科医で精神分析家のマイケル・バリントは、主体的に自分が相手を愛するのではなく、ただ相手に自分が愛されることを求める愛の形を受け身的対象愛と言い、これを日本語で当てはめると甘えだというようなことを言いました。私もおおむね受動的な人は心が成長していない人が多いと思っています。ただ、例えば大事な場面では慎重になり、受動的な態度を取ることが成熟した判断の場合もあるし、環境や性格の問題もあるので、受動的な人のすべてが心が未成熟だというわけではありません。ですが、ここはアダルトチルドレンの専門チャンネルですので、愛されずに育ったがため心が成長していないがゆえに受動的な生き方になってしまっている人に向けて話します。認知療法の創始者であるアーロン・ベックは、否定的な感情と受け身的な行動が抑うつ的になる主たる要素と言っています。受動的な生き方になってしまっている人は、アダルトチルドレンから克服するためにも、受動的な生き方から主体的な生き方へと変えていく必要があります。今日は受動的な生き方がどうして人生を苦痛に満ちたものにするのかを明らかにし、主体的に生きられるようになるにはどのようにしていけばいいかという話をします。1、受動的になる原因。2、受動的な人の症状。3、どうすればいいかという対策。4、ポイントの振り返りと補足。5、すぐにできること。このような順番で話します。受動的になる原因ですが、冒頭で話した通り、受動的になるのにはいろいろな理由があります。ここで話すのは、愛されて育っていない人で受動的な生き方になってしまう人の原因です。そのように限定しても、理由はいろいろなので、大きなものを取り上げます。一つ目は、さっき話した通り、心が成長していないからです。心が成長していないということは、依存心がものすごく強いです。依存心がものすごく強いということは、自分の判断に全く自信がなく、一人では生きられないということです。なので、自ら考えることや行動することよりも、他者の考えに合わせたり、他者の行動を待つようになります。つまり、受動的になります。二つ目は、自己評価が低いからです。愛されずに育った人は自己評価が低くなる傾向がありますが、
自分が自分を低く評価していると自分を恥ずかしく感じます。自分を恥ずかしく感じているので、恥ずかしい思いをしないように、本当の自分を隠しながら生きることになります。このような時は、周りに本当の自分がバレていないかとても気になります。つまり、周りの自分に対する評価をものすごく気にしすぎます。こうなると自分から動くことはせずにひたすら待ちの姿勢になります。自分から動くと本当の自分がバレてしまうからです。3つ目は人に対する恐怖があるからです。愛されずに育った人は人が怖いという人も多いです。人が怖いと自己主張はできません。自己主張ができなければただ黙って周りに合わせるしかありません。4つ目は自分がわからないからです。小さい頃から受動的な生き方しかできなかった人は自分の気持ちがわからなくなります。だからこうしたいというのがありません。こうしたいがなければ主体的に動くことはできません。次は受動的な人の症状ですが、受動的な人の症状を話すと、聞く人によっては責められているように聞こえるかもしれません。私は、本人は何も悪くないのに、機能不全家族で育ったがために、このような生き方しかできなくなってしまった人に、何らかのヒントを与えられたらいいなと思っています。私自身も原因のところで挙げた4つの要因がもろに当てはまっていましたし、すごい受動的な人間でした。だいぶ改善されたとはいえ、今でもまだある場面では受動的になることがあります。だから私は受動的な人を批判したり見下したりする気持ちは1ミリもありません。では、受動的な生き方になってしまっている人の症状です。さっき、受動的になる原因の一つ目に、心が成長していないので、依存心がものすごく強いというのを挙げました。このような事情で、受動的な生き方しかできなくなってしまった人は、例えば自分が相手を愛するのではなく、ただ相手に愛されることを求める状態でいる自分に何の疑問も持ちません。そしてこの姿勢でいると憎しみを持ちます。でも相手に強く依存しているので、その憎しみは抑圧することになります。だから常に不安でイライラします。依存心が強い人は憎しみを意識できないだけで、本当は愛している人のそばにいるのではなくて、憎い人のそばにいます。だからイライラするし、どんだけ長い期間一緒にいても心が通い合いません。受動的な人は、愛してくれない、何かをしてくれないと相手を責めますが、生きやすくなるために気づかなければいけないことは、自分が相手を愛しているのではなく、ただ相手に愛されることだけを激しく求めているということです。受動的な生き方になってしまったのには理由があるので、受動的な人は悪い人ではないのですが、でもこれでは誰にも愛されないということに気づく必要があります。最初は相手はこちらの受動性に気づいていないし、
恋愛欲とか性欲などもあるので、うまくいく時期もあるのですが、どうしても楽しい関係は長くは続きません。すぐに不安でイライラする関係になってしまいます。この姿勢は恋愛だけに限りません。例えば、バレーボールが好きでバレーボールチームに入ったとします。でも、参加させてください。次回の予定はどうなっていますかなどのように、自分から積極的に参加しようとはしないかもしれません。それでいて、ただ誘いが来るのを待っています。そしてその連絡が遅かったり、その連絡に不備があると不満になります。このような人は不快な状況でも待っているだけです。例えば、上司にものすごい不満があるとします。上司がこんなにひどいんですよということを怒りのにじんだ口調で声を荒げても、それはひどい目に遭っていますね。では上司にこう言ってみたらと言われると、そんなことは言えませんとなります。ならこうしてみたらと言われると、それもできません。そこで、それではこの不満な状況を変えるためにあなたはどうしたいのと聞かれると、さっきまであんなに怒っていたのに答えに困ってしまいます。社会で生きていれば不満な出来事はちょくちょく降りかかりますが、他の人は自分で不満を取り除く努力をしています。でもこのような人は、自分に不満な出来事が降りかかるのは、ありえないほどの不当な出来事が起こっているという感じ方をしています。そして自分では何もしないで、不満だけが消えることを望んでいます。望んでいるというか、ありえないほどの不当なことが起こっているのだから、自分は何もしないでもすぐに消えるべきだという感じ方に近いかもしれません。受動的になる原因の2つ目は、自己評価が低いからというのを挙げました。このような人の症状は、自分をとても恥ずかしく感じているので、人の評価を気にしすぎます。なので、他人に低く評価されると、ぐさりと刺されたように激しいダメージを受けます。そこで人に低く評価されることを恐れ、常に相手の期待に応えようとします。これでは自分の人生を生きられず、誰かの人生を生きることになります。また、このように人の目を気にしすぎる人は、他人に優しいことを望まれていれば、優しい人と思ってもらうために努力をします。優しい人になる努力ではなくて、優しい人と思ってもらうための努力です。進む道がちょっとずれています。そして自己評価が低い人は、失敗すると恥ずかしい自分が前面に出てしまうから、失敗を極端に恐れます。そこで何かに挑戦することや告白することができません。受動的になる原因の3つ目は、人に対する恐怖があるから自己主張ができないというのを挙げました。このような人は黙っていても公平に扱ってくれることを期待していますが、世の中は優しい人だけではないです。相手は相手の欲求を満たしたいです。なので、黙っている人を欲求のない人というように見なす傾向があります。
欲求のない人と思われれば隅っこに追いやられます。欲求のある人同士だけでいい席を分け合うことになります。このように自己主張しないので、いつも犠牲になってしまいます。それでも人が怖いので、不満であることは言わずに他人に服従して生きています。顔では笑っていても、もちろん不満で憎しみをためています。自動的になる原因のところで、4つ目に自分はわからないというのを挙げました。自分の気持ちがわからない人は、こうしたいというのがないので、みんなが進む方向へ歩いていくことになります。進む方向だけではなく、何をするのにも相手に合わせます。例えば、友達がカラオケに行きたいと言えばカラオケに行き、恋人が海に行きたいと言えば海に行くという生き方です。このような人は小さい頃からこの生き方しかできなかったので、ただ待っている状態を当たり前だと思っています。どんな原因であろうと、受動的な生き方をしている人は、自分が相手に呼びかけて自分で楽しい状態を作れるということを知りません。これは望むものを得る能力や楽しく生きる能力を失っているということです。そして受動的だとストレスや憎しみがものすごくたまります。日常がいつも不満でいつも怒りを感じます。また受動的であればあるほど成功者や幸せな人を妬みます。自分で自分の欲しいものを手に入れようという強い意志があれば、そこまで妬みや怒りに苦しみません。自分で自分を幸せにしようという強い意志がないと、人生は怒りや憎しみや苦痛に満ちたものになります。ではどうすればいいかという対策です。機能不全家族で育った人で受動的な人の中には、心が成長していない人も多いです。心が成長していないことから受動的になっている人は、まずはそれに気づくことがとても重要です。でも自分が甘えているとはなかなか気づきません。気づかなければ改善どころか弱くなる一方です。アダルトチルドレンが心が成長していないのは、多くの場合愛されて育っていないからであって、自分が怠けていたわけでも、自分がダメ人間だからでもありません。だから、もし心が成長していないのであれば、自分は心が成長していないので、主体的に自分から人を愛するのではなく、一方的に愛されたいという願望しかないと、引け目を感じずに事実に気づくことがとても重要です。そして自分は子供のように何もしないで待っているだけで公平に扱ってもらえて幸せにしてもらえるのが当たり前と感じていることに気づくことがとても大切です。最初はそのようには感じていないと反発したくなるかもしれませんが、もちろん意識の上ではそのように感じていません。でも無意識でそのようなことが前提になっていないか、自分のことをよく点検してみてください。気づいていなくても無意識でこのように感じていると、実年齢が上がれば上がるほど、周りはいい年して何甘えてんだ
と感じます。嫌われてしまいます。そして気づいてもすぐには心は成長しません。心を成長させるのにも時間がかかります。気づくのが遅くなれば遅くなるほど時間はかかります。だからなかなか気づけないし、気づいてもなかなか認められないけど、できるだけ早く気づいて認められるようになるのが理想です。もし自分のそのような姿勢に気づけた、あるいは再確認ができたのであれば、これからはしてもらうことだけを考えるのではなくて、してあげられることも考える努力をしましょう。そして一方的に1から10まで世話をしてくれる人を探すのではなく、自分の心を育てることが大切です。優しい人でも一方的に1から10まではしてくれません。それを切実に望み続けていると、自分一人で生きていける強さを失い、どんどん一人では何もできない人になっていってしまいます。次に、自己評価が低いことから受動的になっている人です。自己評価の低い人は、自分は劣った恥ずかしい人間だ。自分は失敗するに決まっている。このような信念があるから、他人もそのように思うだろうと感じ、他人の目を気にしすぎるし、失敗することをものすごく怖く感じます。このような間違った信念がなくなれば、他人はこちらの失敗のことなど気にしていなかったと気づくようになると思います。ただ、問題はこのような間違った信念が本人には間違っているとは感じられないということです。詳しいことは他の動画で話していますので、ここではさらっとだけにしますが、要するに小さい頃からありのままの自分を受け入れてもらって育っていないから、自分に自信が持てないんです。小さい頃からの心の習慣だから、自分が劣っているとしか思えません。そして劣っていると思っているから萎縮して挑戦しません。挑戦しなければスキルが育ちません。これが機能不全家族で育った人で、小さい頃から自信がなかった人の実態です。多くの場合は、もともとの能力がない存在でも、もともと恥ずかしい存在でもありません。もっと詳しく知りたい人は、アダルト・チルドレンが自己評価を上げるには、などの動画で話していますので、そちらを参考にしてください。自己評価の低い人は、無自覚でいるとなかなか積極的にはなれませんが、失敗が怖いからと何もしないでいる限り、今の場所に居続けます。自己評価の高い人は、挑戦や告白ができるし、仮にうまくいかなくても、最終的には成功してやるとか、今は相手が自分のことを好きでなかったとしても、いつかは惚れさせてみせるという主体的な気持ちがあります。これでは長い人生において大きな差が出て当たり前です。自己評価の低い人はアダルト・チルドレンを克服するという面からも自己評価を高めていくことはとても大切なことです。次に、人に対する恐怖があるから自己主張ができない人です。アダルト・チルドレンの人が怖いというのも多くの場合は認知の歪みです。
つまり本来は小さい頃に親が安全基地であることが必要なんです。一人では生きていけない全く無力の小さい子供にとっては、世界は恐怖に満ちています。例えば、知らない人が来るだけで恐怖です。それだけで恐怖なのだから、ただ生きているだけで、次から次へと恐怖な出来事がやってきます。でも、親が優しく声をかけて安心させてくれることで、情緒的に成長していきます。でも、多くのアダルトチルドレンはこれがなかったんです。これがなかっただけでも恐怖なのに、それだけではなく、親が心理的に敵だったんです。本来守ってくれるはずの親に攻撃されていたんです。もっとひどくなると、怒鳴る親や、イライラをぶつける親や、ネグレクトをするような親もいます。これでは子供はもっと恐怖です。そして人は小さい頃に親をモデルに人間とはこういうものだと感じるようになるので、親が冷たく怖い人であれば、親以外の人も冷たく怖い人のように錯覚しやすくなります。ここでは一つの例として親の例を出していますが、もちろん原因は一つだけではありませんので、例えば親以外の人に怖い人がいて、殴られていたなどで人が怖くなることもありえます。など、いろいろな理由はあっても、このようにして人が怖くなり、自己主張ができなくなる人も多いです。そして、大抵は、なんで自分がこんなに人が怖いのかということを理解していません。だから、なおさら怖いんです。でも、この恐怖はまだ無力だった小さい頃の恐怖だ。今目の前の人に怯えているのではなくて、小さい頃にそばにいた人への恐怖だ。と頭で理解できれば、自分に言い聞かせることができます。恐怖は脳の扁桃体というところに強烈にこびりついているので、頭で理解するだけで恐怖が瞬時に消えたりはしません。地道に自分に言い聞かせるということで恐怖を薄めていく必要があります。そして人を怖がって周りに服従していれば服従しているほどどんどん人が怖くなっていきます。だからこれからは自分は黙っていても周りが自分の望むように世話してくれるだろうなどと期待するのはやめて、自分の権利を主張することによって自分を守ろうという姿勢に変える努力が必要です。次に、自分がわからないから受動的になっている人です。小さい頃から自分の気持ちを大事にできる環境にいなかった人は、自分の気持ちがわからなくなります。例えば、心が未成熟の親は、自分の都合のいいように力で子供を操作します。怒ったり、怒鳴ったり、力で操作するので、口答えは許さないし、子供が自分の欲求を満たそうとすることも許しません。このような親であれば、子供は嫌われないように自分の欲求は捨てて、親の気に入る子になろうと努力をします。人は長いこと自分の気持ちより他の誰かの気持ちを優先にして生きてくると、自分の気持ちがわからなくなります。
こうして多くの毒親育ちは好きなこともしたいこともなくなります。当てはまる人は、これからは自分の気持ちを大切にしながら生きていきましょう。この人は何て言ってほしいんだろう。この人は怒らないだろうか。この人は私をどう思っているのだろう。もうこれはやめましょう。今、私は何を言いたいのだろう。今、私は何を望んでいるのだろう。今、私は何を感じているのだろう。このような姿勢に変えましょう。アダルトチルドレンは、自分にとってどうでもいい人にまで嫌われることを恐れている人が多いです。どうでもいい人には嫌われてもいい。それより自分を大切にしよう。と思う努力をしましょう。このように小さい頃から自分の気持ちを大切にできない環境で育ってきた人は、そう思う努力が必要ですが、本来はどうでもいい人より自分を大切にする。これは当たり前のことです。みんなもやっていることですので、自分もやっていいんです。症状のところで述べたように、受動的な生き方をしている人は、人生が憎しみや嫉妬や苦痛に満ちたものになります。そこで、あらゆることにものすごく不満を感じます。ものすごく不満を感じれば、恋人はこんなにひどい人で、こんなことを3年間もされ続けています。この会社はこんなにひどいんです。と誇張して言いたくなりますが、そのものすごい不満を陰でぶちまけているだけでは何も解決しません。大切なことは、ではどうすればいいかということです。不満で不満でどうにもならないときは、この耐え難い不満を長引かせないためにはどうすればいいかと考えるようにしてみてください。人生はアバターみたいなものです。アバターとはネット上の自分を表すキャラクターみたいなものですが、皆さんはアバターを作ったことありますか？髪型はこれがいいな。髪の毛の色はこれがいいな。メガネもあった方がいいな。帽子もつけた方が似合うな。あ、やっぱりメガネがダサく感じてきた。メガネは捨てよう。と、できるだけかっこよく、美しく、可愛く、自分が気に入るものができるまでいろいろ装飾すると思います。自分好みになるように余分なものを捨てて欲しいものを付け足すから、最終的に自分が気に入るものになります。でも何もしないで見ているだけだったら、最初のハゲた人形のままです。あるいは横で見ている親の言う通りにしていても、おそらく時代遅れのダサいキャラができるだけで、自分好みのアバターにはなりません。人生も同じです。自分で自分の欲しいものを手に入れる行動を起こさないと何も手に入りません。気に入らないものがあるなら、自分でそれを捨てないといつまでも気に入らない状態が残ります。人に嫌われないように、あの人に好かれるようにということで生きていたら、自分が気に入る人生にはなりません。周りに合わせていたら、
周りの人が気に入る人生になるように操作され、利用されます。誰だって人生は思い通りにならないけど、でも人生を自分で作ろうという意識のない人は、もっと思い通りになりません。今より幸せになるには、自分で自分の人生を作るという気持ちを持つ必要があります。では、ポイントを振り返りながら補足します。受動的な人のすべてが愛されて育っていないというわけではありませんが、愛されずに育つと、より受動的になることが多いです。例えば、愛されて育っていない人は、愛情に飢えていたり、依存心が強かったりするので、見捨てられ不安が強かったり、人に嫌われることがとても怖くなります。人間にとって不安や恐怖はとても強い感情ですので、不安や恐怖が強ければ、人は不安や恐怖を避けようとします。つまり、幸せになることよりも、不安や恐怖を避けることの方が優先されます。こうなると、積極的に欲しいものを手に入れようとする生き方ではなく、何も言わない、何もしないという生き方になりがちです。さらに、愛されずに育った人は心が成長していないので、自分が相手を愛するのではなく、ただ相手に自分が愛されることを求めています。まるで小さい子供のように、自分は欲しいものを手に入れようとしなくても、欲しいものが手に入って当たり前だというような感じ方をしています。また、ありのままの自分を拒否されて育ったので、自己評価が低い人などは、自分のことを恥ずかしく感じているので、人の目や失敗を恐れます。他にも、自分の気持ちより親の気持ちを優先しないと生きられなかった人は、自分の気持ちがわからなくなり、自分のしたいこともわからなくなります。これでは受動的に生きることしかできなくなってしまいます。受動的な生き方をしている人は、自分は何もしないでも欲求が満たされることを激しく期待して待っています。自分の力で欲しいものを得ようとしないで、激しく期待して待っているだけで、自分の欲求が満たされる続けることなどないので、受動的な人はストレスや憎しみがものすごくたまります。不満で不満でたまらないときは、その不満の原因が、こうしたいけどそれができないという主体的な不満なのか、それとも誰かにこうしてほしいのにこうしてくれない、あるいはあの人があれをやめてくれないという受動的な不満なのか考えてみてください。アダルト・チルドレンの不満は受動的であるがゆえの不満がとても多いです。主体的に生きていれば感じないでいいはずの不満をたくさん感じています。だから周りの人や状況にいつもものすごく不満です。例えば主体的に生きている人は、恋人がひどい人なのであれば、きっぱり別れてもっと優しい人を探します。だからいつかは幸せになれます。一方、受動的な人はものすごく不満だから、文句はものすごく言いますが、でも行動はしません。
ものすごく不満なら自分で不満を取り除けばいいのですが、それはしません。それはしません。で終わらせてしまうとちょっとかわいそうなので補足すると、恐怖があってできませんの方が合っているかもしれません。愛されずに育ったために愛情飢餓や依存心がものすごく強い人は一人になることが怖くて当たり前です。だから愛されていない関係であっても我慢して我慢して現状を続けて心を壊してしまう人も多いです。これでは人生は苦痛にしかなりません。人生は自分で色を塗らないと自分好みの色になりません。何もしなければ誰かに踏まれたり汚されたりして汚い色がついてしまいます。汚い色がついてしまったからといってあいつに踏まれた、あいつに汚されたと言っていても自分好みの色にはなりません。不満な時はこの不満を解決するにはどうすればいいかと考えて実行することが大切です。また自分は黙っているだけで誰かに満たしてもらおうとするのではなく、自分の欲しいものは自分で手に入れるための行動をする必要があります。今より良い人生にするには自分で自分の人生を作るという気持ちを持つ必要があります。そうは言っても愛されずに育ったために今まで受動的にしか生きられなかった人が主体的になるのは簡単なことではありません。でも味方がいると自分の人生を生きる勇気が湧いてきます。主体的に生きられるようになるには心を育てることはもちろんですが、味方を作ることもとても有効です。ではすぐにできることのコーナーですが、このコーナーは動画の一番最後にその日話した内容の中ですぐにできることを考えてから終わることにしています。今日の内容のすぐにできることは目的を持とうです。受動的に生きている人は目的を持っていない人が多いです。いきなり人生の目的地を決めるのは難しいかもしれません。なので日常生活で目的を持ってみましょう。例えば働いているのであれば、今日は上司から何かを学ぼうでもいいし、まだあまり話したことのない新人さんと話そうでもいいし、同僚の今まで気づかなかった面を何か一つ発見しようでも何でもいいです。よかったらただ漠然と一日を過ごすのではなくて、目的を持って一日を過ごしてみてください。ここまで話してきたように、愛されずに育ったために受動的な生き方しかできなかった人が主体的に生きられるようになるためには、心を成長させること、自己評価を上げること、人が怖いを克服すること、自分のしたいで生きることなどが必要です。それぞれアダルト・チルドレンの直し方、心の育て方編、アダルト・チルドレンが自己評価を上げるには、アダルト・チルドレンの人が怖いの直し方、アダルト・チルドレンは自分の人生を生きようなどの動画を参考にしてください。その他にも参考になる動画や再生リストを動画のすぐ下の概要欄に貼っておきます。いつも応援してくださる方々、本当にありがとうございます。
今後もアダルトチルドレンが少しでも生きやすくなるための動画を全力で配信していきますので、応援してくださる方、仲間になってくださる方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。では、仲間の皆さん、よかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。バイバイ。